やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ハイシニアのメガ 5EST バスプラス。パッケージでは、ここにさらに、リミテッドエディションの文字が加わる。名前はしっかりと内容を示しており、5台のドライバー、内訳は 2EST、1ダイナミックドライバー、2BA だ。EST ドライバーを搭載した10万円クラスのイヤホンということで、発売当時、メガ 5EST は話題になったんだけど、そのベース増強限定エディション、という立ち位置が、このメガ 5EST バスプラスというわけ。今回は、このような内容で話を進めていこう。ブランドについて、そして EST 搭載の魅力、採用されているシェルの扱いやすさについて、それから、付属品について触れた後、低音増強版と言われる音質について触れていくぞ。一言に低音といっても、低音には種類がある。低音大好きマンとして、そこら辺に詳しく触れていければ良いと思うな。まずは、実力に対してどうにも知名度が限定的な感じがする、ハイシニアについて。このブランドは、このチャンネルで主に紹介する、誰の耳にも合うように、イヤーピースを使って装着する、いわゆるユニバーサル型のみならず、その人の耳の形をとって、それに合わせて形状を成形する、カスタム型 IEM のブランドとしても、積極的に活動しているブランドだ。日本国内からアクセスできるようになった時期は、2010年代の終わり頃。ただし、アリエクスプレスなどの海外サービスと自分でやり取りを行う必要があり、加えて、当時はカスタムがメインだったので、耳型を自分で採取して送る。という、かなり難しいやり取りが必要で、どうしても、多くの人に知られるメーカーにはならなかった。だが、当時から安定感のある新商品を継続して発売しており、近年は、ユニバーサル型のラインナップも充実している。このチャンネルでも、過去に、2BA の U2、4BA1 ダイナミックドライバーのメガ 5P、それに、ハイシニア岡番号などなど、いくつかの商品を紹介したことがあるな。現在も、しっかりしたものづくりの割に、比較的価格が抑えられている、ということで、しっかりやってくれるけど、がっつり懐が痛まない、良きメーカー、という印象が強い。今回のメガ 5EST は、EST ドライバーを採用している関係上、お値段は上がってしまっているけどな。EST ドライバーは、この価格帯にならないと名前を聞かないドライバーの種類。細かな作動についてはもっと詳しい人がいるので、そちらの記事を参照してもらうとして。実際に聞いてみると、ピエゾツイーターと BA と平面駆動を足して割らないみたいな、非常に高解像度で、金属味が強くなりすぎないサウンドを持つ。だったら BA も何でもかんでもこれに置き換えちゃえばいいんじゃない？と思うかもしれないが、とにかく価格がネック。だから、この価格帯でしか見ないというわけ。実際、EST ドライバーを採用した機種には、独特な芯の通った中高音域から高音域を感じることができ、この分離感のしっかりとした強調のおかげで、結構無茶なバランスの調整にしても、高音域側の抜けが消えない、という印象がある。今回のメガ 5EST バスプラスは、特に低音域を増強したモデルなので、このような状況下でも高音域をしっかりと分離させたい時には、確かに EST は便利な存在となる。そこら辺の組み合わせの優位も、音質面で期待したくなるところだ。何分コストがかかってるからな。ハイシニアは、カスタム IEM を主軸に発展してきたメーカーなだけあって、レジンシェルの取り扱いに長けている。今回のメガ 5EST バスプラスも、通例通り、レジンシェルで作られているぞ。EST を含むドライバーは、ハウジングが大型化する傾向があり、今週のメガ5も、その例に漏れない。ただ、シェルデザインはかなり安定していて、装着感も良好だ。耳に触れる側が大きく膨張したデザインになっていないので、重心もおかしくなく、負担なく装着することができる。通常のハイブリッド IEM の範囲を逸脱していない形状だ。背面に金属管を使用したベントがあるものの、遮音性はかなり高い。雑踏の中などで集中して音楽を聴きたい時には、遮音性は高めに設計されているぞ。また、破損のきっかけになりやすい、素材が薄いノズル周りは、金属ノズルとなっており、耐久性も心配なさそうだ。と言っても、5年後とかの話だけど、でも、気に入ってるといつまでも使うから、こういう壊れにくさは大事だよな。付属品に触れていこうか。豪華なケースや、高品質なケーブルなど、しっかりと揃っている。ただ、唯一注意しなければならない付属品が、イヤホン側の端子が 3.5mm、DAP 側の端子が 4.4mm の変換ケーブルだ。これ、機種によっては使用しない方が良い、というか、ほぼ、知識のない人だったら使うべきではない、回路の短絡を起こす可能性があるケーブルで、わかってる人しか買わんやろというハイシニアの声が聞こえてくるような付属品。
詳しい原理については省くが、3.5mm のイヤホン端子を 4.4mm の端子にそのまま変換すると、内部でトラブルが起きる可能性が高くなる。イヤホン、PAP ともに破損してしまう可能性が出るので、わかんない人は触らない方が良いだろう。その他、イヤピのアソートや、高品質なポーチなどが付属するぞ。そんなわけで色々話してきた。が、高価なイヤホンの本質は、上質な付属品ではなく、本体の音質にあるもの。ベース増強版、と見栄を切った、メガ 5EST バスプラスの音質について触れていこう。こいつの音質は、押さえつけられるような重厚な低音域の壁。とにかくそこに尽きる。ハイシニアは、高音、低音ともに、やりすぎない、しっかりとしたバランスが印象的なイヤホンだったんだけど、今回のモデルは、低音域をとにかくグリグリと、眼前に押し付けてくる印象。どの音にも低音成分が若干付与される上、とにかく、低音の壁が近い、耳元で逃げられないような壁が襲いかかってくる感じが強いな。狭い部屋の中で、ずっと低音の壁がさらに狭く全体を覆ってくるような、低音のパワーロス感が全くないような、強烈なサウンドだ。低音成分の主体は、サブベースよりベース側にある。最近、G ガートのアリートが、とにかく低音の強いイヤホンとして、名前が挙がることが多いんだけど、そのアリートの低音成分を、サブベースの配分で考えると、さらにベース側に寄らせたようなイヤホンで、特にベースの成分が強烈、という印象があるな。僕は主に、サブベースが主体の低音が強いイヤホンを特に愛用しているけれど、これはまた違う感覚の低音の怒涛、って感じだ。ここまで低音が強いと、最近、とにかく低音のことしか考えていないイヤホンが発売されているんだけど、そんなイヤホンみたいに、ボーカルと高音のフォーカスがボッケボケになるくらい、低音が投入されているのではと思ってしまうんだけど、今回のメガ 5EST バスプラスは、最初に言った通り、BA と EST を搭載している。そう、見通しがちゃんと立つ。あくまで、高音だけに限定して聞いてみると、非常に分離感が高いことがわかる。ただ、低音が一緒に垂れ流されると、さすがに分離感は落ちるな。とはいえ、しっかり金属音なんかはこの中でもある程度きらめいて聞こえる。とはいえ、やはり主体は低音、という感じだな。音色を分解してみよう。高音域、多少きらめく音も聞こえるが、音量が本来の適正量なため、過剰致死量クラスの低音域をドバドバぶっかけられると、さすがに主役ではなくなるな。ただ、単体で聞いてみると、他の EST 採用モデルと同様、金属音はかっちり鳴らしていて、決して解像度不足や、低音に消し飛ばされているような音ではないのは、ちゃんと高級機をしているな、と感じられる部分だ。中音域、ボーカルは、低音域側の影響を常に受ける。なんというか、ボーカルが半オクターブ下がったような、そんな、常に重厚な影がまとわりついているような、質量を感じるボーカルだ。これはチューニングの特性上仕方がない。が、意外なことに、フルプレートアーマーを強制的に装着されているような、質量増加を感じるボーカルなんだけど、それでもしっかり聞こえるように調整されている。また、高い女性ボーカルになると、低音側のブーストの影響圏から逃れているので、しっかりエネルギッシュで響く音が出るようになるな。ポップスなどのブーストされたボーカルのサウンドは、しっかりと低音から分離され、とにかくノリが良く、強烈にベースも響くバランスになるぞ。そして、低音域、最初に話してしまったんだけど、サブベースよりも、ベースが優位になる、閉じ込められるような重厚なベースだ。ジャンルによってもかなり印象が変わり、EDM やポップスなどでは、かなり高音域と分離するし、高音域由来のキレがしっかり発揮されて、分離、空間表現が良くなる。一方、ロフ系みたいな曲だと、常に低音域が強く他音域をマスクし、独特な密閉感が強くなるな。いくつか聞いた感じ、古い音源や、ロフ系、ポップなどでは、低音型の音域を飲み込む確率が高く、ポップスの女性ボーカルではしっかりと高音が伸び、BA と EST の主張が激しく、90年代くらいまでの男性ポップスでは、低音の影響をもろに受ける確率が結構高かった。歌い方、響き方、楽器の選択などでも変わるので、ベースサウンドの相性がかなり強く出そうだな。レビューを書き始める前に、2時間ほど視聴したんだけど、最初の1時間は、ベースの力強さが全体を覆う、という個性が強く出る曲が、後の1時間は EST ドライバの魅力が最大発揮されつつ、強烈なベースも楽しめる、分離の強い時間が多かった。曲のジャンルによって、かなり印象の変わるイヤホンだと思うので、EST がダイナミックドライバを振り切れるシチュエーションで最大の能力を発揮するだろう。キネラのナンナ 2.1 という、低音が増強された EST ドライバ採用のモデルがあったんだけど、あちらは、こちらより高音のキレが抑えめで、かつ低音が強化されていたので、メガ 5EST バスプラスみたいに、EST の主張が出るシーンがほぼなかった。常に暖かい、曇りみたいな印象の湿度があるサウンドだったな。
逆に、正 OB オーラクルマーク3は、メガ 5EST バスプラスと比べて、サブベース側が強めで、EST のサウンドが常に出るので、カラッとした量感が続く。どちらかを楽しみたいなら、それらのライバルがおすすめなんだけど、メガ 5EST バスプラスではこれらのギリギリのラインを攻めていること、また、ベースを強めに調整していることから、このような揺れ動きが起きるんだな。オラクルマーク3と比べて、シャープすぎる場面がなく、なんな 2.1 ほど優しすぎる場面がないので、適正なラインを見つけた時には、とても素晴らしい反面、自分のお気に入りの曲で、低音が全体を覆うか覆わないかが、使い始めでは分かりにくい印象がある。また、音量を上げると、この低音に覆われる高音、という現象は起きなくなるので、このような2曲かは、小音量で聴いた時だけ起きやすい、という点にも留意してくれ。大音量で聞くのなら、ここまでの、音色のキャラクターの揺らぎについては無視してしまってよいだろう。適正音量と適正な曲選びで楽しむと、基本的には、EST と BA の突き抜ける音が常にある程度響くので、そういった爽快な音と、ベース主体の蹂躙するレベルの低音が欲しい人におすすめしたい。もし、EST が低音より優位にならない場合は、ほんのちょっぴりイコライザーをいじると良いだろう。この、ファランクス組んで突っ込んでくるような圧倒的低音の量感の壁は、他の EST 採用モデルではまず聞けないもの。サブベースではなく、ベース頼りの突撃は、メガ 5EST バスプラスが最も優れていると思うので、特にジポップやアニソンなどを主体に聴いている人で、もっと衝撃感が欲しい人におすすめするぞ。その他ポップスなど、対応範囲は広い、が、低音に押し流される瞬間があるので、それを望まない人は、バス版ではない方のメガ 5EST をおすすめするな。といったところで今回はここまで、今後も知名度上がってほしいぞ。はいシニア。